皆さんご機嫌いかがでしょうか？鍋トラベルチャンネルへようこそ。今回はですね、千葉県旭市にあります亀の湯ホテル九十九里に行ってみたいと思います。こちらはですね、2025年4月から7月にかけてですね、リニューアルオープンしたばかりでございますね。亀の湯ホテルさんはですね、2025年に色々とリニューアルしているのですが、その中の一つです。さあ、どんなホテルなんでしょうか？楽しみです。それでは一緒に見ていきましょう。チャンネル登録と高評価も忘れずに。早速チェックイン終えましたので、ルームツアー行ってみたいと思います。さあ、今回のお部屋、ここですね。309号室。どんなお部屋なんでしょうか？楽しみです。それではドアオープン。あ、すごい。部屋かわいい。部屋かわいいね、これ。結構ね、玄関もスペースありますね。で、すぐハンガーとか金庫類があって、で、お部屋はこんな感じですね。いや、今回ね、リニューアル済みのお部屋選んだんですけれども、非常にね、こう可愛くて、清潔感のあるお部屋になってますね。こんな感じ。いいじゃん、いいじゃん。そして、もうね、海目の前なので、ザ・オーシャンビューですね。こちらのね、亀の湯ホテル九十九里、さんなんですけれども、今年の7月にですね、リニューアル工事がですね、すべて終わりまして、この下に見えるのはですね、ワンちゃんも一緒に泊まれる、ビラタイプの宿泊施設ですね。あとはドッグランもあったりします。窓側からの景色はこんな感じ。結構ね、ベッドの横のスペースも広いし、全然もうこれね、3人、4人ぐらいいても結構のびのび使えるかもしれないですね。3世代のこうファミリーで来たりとかね、結構使い勝手があって良さそうですね。で、こちらにティーセット類があって、で下は何だろうな。下ここ冷蔵庫ですね。冷蔵庫は特に入ってない。水はね、やっぱ最近ホテルに多いのがウォーターサーバーですね。各階にウォーターサーバーがあるので、この専用ボトルをね、使って水を調達するっていう感じですね。なんかこう、カフェっぽいね、雰囲気がね、いい感じ、いい感じ。そしてですね、こちら側が、こちら洗面台と、内側のお風呂ですね。いいね。少しスタイリッシュさとラグジュアリー感もあって結構俺好きだな、こういうお部屋で。お風呂はこんな感じです。綺麗綺麗、十分ですね。ここだったらね、ホテルの温泉とかもそうですけど、全然内側のお風呂も使えそうですね。今回はですね、楽天トラベルからの予約なんですが、リニューアルで新設されたオーシャンデラックスツインタイプのお部屋でございます。1泊2食付きのバイキングプランで、平日2名で29,500円でございました。リニューアルしたてのお部屋とですね、ロケーション、あと亀の湯ホテルさんのビュッフェは美味しいですし、非常にコスパ良いと思いますね。そしてこちらのキッズルームも新しく新設されました。さあ、次はですね、ホテル散策行ってみましょう。1階のですね、フロント前からスタートしていきましょう。1階にはですね、館内着やアメニティ置き場、あと売店やですね、簡単なロビーなどがありますね。そしてその奥には卓球やですね、カラオケのアクティビティなどあります。なので施設のですね、大半はこの1階にですね、併設されているという感じですね。非常にですね、シンプルかつ使い勝手の良い作りになっております。
そしてですね、2階に上がってきますと、2025年の7月にオープンしたキッズパークがありますね。ホテル内にあるので、雨の日でもですね、暑い日でも快適に遊ぶことができます。小さなお子様向けの安全な遊び場もあるのでですね、幅広い年齢のお子様が楽しめるそうです。こっちはあれなんだな。さあ、続いてはですね、館内から外に出ますと、こちらも新設されました、ペットと一緒に泊まることもできるビラ棟があります。こちらはですね、全室プライベートサウナ付きでですね、グランピングなども楽しめるそうです。さあ、続いてはですね、温泉の様子見ていきましょう。温泉はですね、バリエーション豊かな湯巡りが楽しめる1階の大浴場に加えてですね、絶景の展望風呂がリニューアルオープンいたしました。じゃあ10階のですね、展望風呂は宿泊者限定でですね、目の前に広がる太平洋を眼下に眺めながら楽しむことができます。そしてこの湯上がりラウンジもですね、すごく眺望が良くてですね、ロケーションも最高でございますね。さあ、お風呂上がりましたらですね、お腹も減ってきたので、楽しみにしていたディナーに行ってみたいと思います。ディナーはですね、リニューアルしたばかりのレストランで、千葉県産食材を使用したですね、全70種類の和洋ビュッフェとなっております。こちらではですね、海の幸、大地の恵み、そして絶品のお肉を堪能することができます。で、私がですね、一番びっくりしたのはこちらですね。この蒸し牡蠣なんですけれども、これもですね、食べ放題でございます。贅沢ですね。で、メインのですね、お食事もそうなんですけれども、飲む人にはですね、嬉しい、なめろうのブルスケッタですとか、あとゆで落花生などですね、千葉の食材を使用したお酒のあてもですね、多いのはいいですね。ライブキッチンではですね、九十九里オーシャンスタービーフや、あと金目鯛のフリッターなど食べることができます。夕食のですね、おすすめのメニューとしては、豚肉のですね、ペンネボロネーゼや、あとは海鮮丼、そしてソムリエファームの野菜を使ったですね、焼きたてのピッツァなどになっております。あとはデザートやですね、ドリンク類も豊富な種類がありますね。いや、いっぱい取ってまいりましたね。マグロのですね、色も良くて美味しそうですね。これですね、蒸し牡蠣。結構ね、一つ一つも結構大ぶりなんですよ。いやー、たまらない。美味しそう。で、食事のスペースもですね、ゆったりとくつろげるテーブル席や、あとお子様連れにですね、嬉しいベンチシートタイプのお席などもあります。あとは少人数での食事にぴったりのですね、窓際の席など、結構ね、多彩なお席があるので、自由に選べますね。で、今回はですね、私、アルコールは抜きにしたんですけれども、この刺身類やですね、あとは揚げ物などもですね、美味しすぎて、ついつい食べ過ぎてしまいましたね。亀の井ホテルさんといえば、このディナーの後のですね、夜泣き担々麺が有名なんですけれども、今回はお腹いっぱいで食べれなかったですね。皆さんはですね、行かれる際はぜひお腹に余力を残しておいてくださいませ。さあ、続いてはですね、朝食ビュッフェの様子を見に行きたいと思います。朝食もですね、同会場でのビュッフェとなっております。夜と比べるとですね、少し和食の
バランスが増えた感じですね。朝のですね、メニューのおすすめは、アジのマリネや、あと、ウルメイワシの丸干し焼きとかですね、あと洋風のだし巻き卵などありますね。個人的にですね、これ美味しかったですね、なめろうフライなんですけども、アジのなめろうを、フライにしてるものですね。すごい美味しかったです。あと、九十九里といえば、やはりハマグリが有名ですよね。このハマグリの出汁のラーメンもですね、贅沢でしたね。デザートもですね、すごく色鮮やかな内容が並んでおります。ご飯の内容もそうなんですけれども、会場もですね、非常に活気があってですね、朝からパワーがもらえる朝食でございました。夜ご飯もですね、朝ご飯もすごく美味しくいただくことができました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。亀の湯ホテル九十九里いかがでしたでしょうか。いや、コスパ最高でしたね。部屋、温泉、ご飯、どれもですね、満足な内容でございました。近くに来られた際はですね、足を運んでみてくださいませ。楽しめた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。